皆さんこんにちは、ガジェログです。今日はですね、この Xiaomi からついに出ました Redmi Note 11 Pro プラス 5G がついにようやく出ました。多くの方がね待ち望んでいたものになります。これまではですね、こちら Redmi Note 11 Pro 5G が出ていて、これが中国版で発表されていたモデルの、スペックダウンじゃないかっていう感じでスマホ好きな人たちを賑わせていたんですけども、これは明らかに違うモデルだったわけですね。スペックダウンではなかったわけですね。名前がねちょっといろいろありすぎちゃって正直わからないんですよね。その中で今回ははっきりとした部分で明確にね待ち望んでいたモデルであるっていうことが分かりましたので、その部分も含めてご紹介したいと思います。では早速いってみましょう。こちらはですね、Xiaomi のグローバルサイトを Google 翻訳したものをご紹介したいと思います。Redmi Note 11 Pro 5G 挑戦に立ち上がるということですね。いよいよ出てきました。まずバッテリーに関しての詳細になります。 120W のハイパーチャージは15分で 100% まで充電されますとありますね。さすがにね 120W15 分っていうのは強烈な速さだと思いますね。で2022年のこの春に来まして、さらに上回ってね 150W とかねそういったものも出てきて、それ以上のものももう出てきています。ですので、今更ながら 120W で15分っていうのはもうご存知の方多いので、びっくりされないと思いますが、実際ね日常で使ったらめちゃめちゃ便利かなという感じがします。こちらがバッテリーの構造が実は2つになっているっていうことになります。このセルがですね実は一体化されていますけども、一個一個別々のバッテリーセルが搭載されています。デュアルセルバッテリーって書いてありますね。だいたい2250のバッテリーが2つ搭載されて4500になっているということになります。そしてリキッドクールテクノロジーになります。やっぱりチップセットも相当熱量を持ちますので、それをいかにクーリングするかということが、この性能を引き出すポイントになってきますね。その点でベイパーチャンバー冷却システムというね、この大きなこの部分ですね、金属片をチップセットのあたりにくっつけて熱をいかに外に放出するか、散熱するかというテクノロジーになっています。そしてバッテリーに関しての詳細なんですが、800回の充電サイクルでバッテリーの寿命を伸ばしますとあります。これいいですね。毎日1回充電したとしても2年以上 80% を保つということになります。2年ちょっと使ったところで最大容量 80% ということになりますので、それぐらい使うとね結構下手ったなっていう感じはすると思うんですが、800回十分ですよって公式に謳っているのはすごく安心感があると思います。ディスプレイに関しましてですけども、 AMOLED のディスプレイが搭載されています。サイズは 6.67 インチになりますので、かなり大きな方になりますね。そして詳細ですね、 P3 の色域に対応していますので、かなり鮮やかな色を表現することができます。そしてこれねちょっとおかしく翻訳になっています。1200ニッツですので、かなり明るさも相当明るくなります。そして明るさセンサーもついていますので、その場その場の明るさを適切にディスプレイの明るさをコントロールしてくれますね。そして読書モード、これはちょっと私個人的にありがたいんですけども、ちょっと黄色みがかった色合いに時間で設定して、夜はなるべくね電球色っぽい色合いと言った方がいいでしょうかね。そういった感じに変更してくれるので目に優しい、そして睡眠にあんまりね影響を与えないというようなそういったモードですね。そしてコントラストは450万対1ということで、これもかなり高い数値になっていますので、ディスプレイに関しては申し分ないスペックになっています。そしてヘルツ、リフレッシュレートですね、120Hz に対応していますので、非常に滑らかなねスクロールもしくは動画の表現っていうのができるかと思います。一番体感できるのはテキスト系をスクロールしたページになりますね。やっぱりそのあたりでカクカクというかねチカチカした感じが 120Hz 対応していますと相当低くなっていると思います。ただ可変のリフレッシュレートではないかと思いますので、一旦設定してしまうと全てが 120Hz になってしまうので、おそらくバッテリー消費は高くなると思います。この点でですね、上位モデルになりますと可変式になっていて、テキスト表示している時は 10Hz とかね、そして動画になりますと 120Hz、 そしてスクロール中も 120Hz というようにその場その場に適したリフレッシュレートに変更してくれるって機能がついてるんですが、これはそれを謳っていないので固定になるのかもしれません。そしてタッチサンプリングレートは 360Hz になっていますので、反応も非常にいいですよって言っていますね。そして信じられないほどのオーディオ体験ということです。はい、来ました。サウンドバイ JBL ですね。これは嬉しいですね。ここのマークがあるかないかで欲しいなと思う意欲っていうのもちょっと変わってくる方も多いんじゃないかなと思いますけども、
ただ音を実際聞いてみてJBL だなっていうふうに思うかどうかは別として、やっぱりついてるかついてないかって言ったらやっぱり JBL 監修してくれるっていうのは嬉しいですよね。当然ながらドルビーアトモスも対応しています。そしてハイレゾオーディオも対応、高解像度ワイヤレスオーディオも対応しています。そして画像に命を吹き込むフラッグシップレベルのカメラですね。いよいよ来ましたけど、1億800万画素のカメラがメインカメラとして搭載されています。そしてこちらがですね、1億800万画素のトリプルカメラのサンプル写真になっていますね。このサンプルを見る限りでは非常に綺麗ですね。この辺りに詳細にビルの窓とか映っていますね。そしてナイトモードもついています。この暗い状況でも、HDR はついていると思うんですが、明るいところと暗いところをしっかり1枚の写真に表現しています。超広角カメラですね。使った場合のサンプルになりますね。広く映っています。そしてフロントカメラは1600万画素になっています。この手のね伸ばした状態でも広く映っていますね。200万画素のマクロカメラがついています。これが別々のイメージセンサーでついているっていうのはやっぱりいいなと思います。このようにねカラーリングも今出ていますけど、スターブルー、フォレストグリーン、グラファイトグレー、この3色が今回グローバルモデルとして出てきました。ちょっと残念なのが淡い感じのねパープル、あれがなくなってしまったのがちょっと残念ですね。こう見るとめちゃくちゃかっこいいですね。このブラックもいいなと思いますし、個人的にかなり気に入っているフォレストグリーン、やっぱりね今年のトレンド色になっているようですね。iPhone も最近新しいこのグリーンモデル出しましたので、これが今年のトレンドなのかなという感じです。そしてトレンディーなデザイン、ミニマルスタイルって書いてありますね。重さは 204g になります。厚さは 8.34mm という感じで、バッテリー容量からしてみればそんなに厚いわけではないですね。そしてスクエアデザインになっていますので、このエッジの効いたね最近の iPhone みたいなデザインなんですが、そのデザインも相まって多分厚みはそんなに感じないんじゃないかなという気はします。ただ重さはね 204g っていうのは、この 6.67 インチクラスのモデルを初めて持った方はめちゃくちゃ重いなと思うと思います。ここ結構重要なんですが、私も今 200g 級の Android 端末使っているんですけど、初めて持った時1週間ぐらいはねめちゃくちゃ重かったんですね。それまでは iPhone7 とか使っていましたので、一気にね 70-80g ぐらいでしょうかね、重くなったので、やっぱり手にねその重さずっしりと置きました。ただやっぱり慣れますので、このクラスの重さやっぱり慣れるとねバッテリー容量の恩恵相当受けられますので、そのあたりちょっと最初は我慢っていう感じかもしれません。そして人生の熱意を保つための素晴らしいパフォーマンスとあります。はい、来ましたね。メディアテックディメンシティ 920 with 5G とあります。これはやっぱり待ち望んでいました。この価格帯にしてだいたいアンツツベンチマークですね、50万点強という感じでしょうか。これぐらいありますと結構ないろんな部分で動作に関して申し分ないかなという感じですね。その他の機能なんですが Wi-Fi6、そして Bluetooth5.2、多機能の NFC、X 軸のリニアモーター、これねコンコンコンっていう感じのバイブになっていますね。従来タイプのバイブレーションの感覚とは違います。そして側面の指紋センサー、個人的には相当これありがたいですね。また 3.5mm のヘッドホンジャックもついています。これ嬉しい方多いんじゃないでしょうか。さらにね細かな仕様に関してもちょっと見てみたいと思いますね。ストレージとラムに関しての情報ですけども、一番下のモデルは 6GB のメモリーに 128GB のストレージになっています。最上位は 8GB のメモリーと 256GB のストレージになっています。そしてメモリーのね、転送速度に関してなんですが LPDDR4Xに対応してますので、これもねパフォーマンスが上がる要因になっています。そして最大 1TB の拡張なストレージになっていますので、マイクロ SD にも対応していると思われます。サイズに関してはこちらの情報ですね。ディスプレイに関してのその他の情報になりますけども、そうですね、触れてなかった部分では解像度ですね 2400×1080 になっています。そしてカメラのね詳細の情報が出ています。メインは108メガピクセルのメインカメラ、そして超広角は800万画素、さらにマクロカメラは200万画素になっています。そして 4K 撮影にも対応してますね。フロントカメラは1600万画素になっていますね。そしてここにね先ほど触れていた部分なんですが、バッテリーはデュアルで 2250mAh セル構造に分割されてます
とありますので、これが2つ入っていて 4500mAh になっているということになります。そして電圧の入力の違いにより最大出力が 120W にならない場合があります。ですので日本の場合これが 120W にならない場合があるっていうことも含めて注意しておく必要がありますね。なので15分で充電できないじゃんという方も出てくるかもしれませんが、理由はここになります。そしてネットワークに関しての情報です。サポートされているネットワークバンドなんですが、 LTE の FDD と TDD に関してフルバンドになっています。そして 5G に関してもほぼフルバンドになっていますね。789、9がないんですけども、日本の 5G ネットワークにも対応していますので、ここまで対応してくるのはめちゃくちゃすごいと思いますので、日本全国ね、どこつつ裏裏この1台持っていれば申し分ないのかなという感じです。そして Wi-Fi6 にも対応していますね。そして Bluetooth 5.2 にも対応しています。そしてナビゲーションの衛星測位に関してですが、北斗、ベイドウですね、アメリカの GPS、ガリレオ、ヨーロッパ、グロナス、ロシアですね。そしてですね、QZSS も対応しています。これ導きに対応してますので、フルラインナップですね、5種測位になっています。精度が相当高くなっています。最後にアーリーバード価格にはなりますけども、プライスの方をご紹介したいと思います。一番下の 6GB メモリーとストレージが 128GB ですね。こちらが$349で早割価格で購入することができます。日本円換算ですね、1ドル122円ベースでやってみますと約43,000円弱という感じになります。そして真ん中のモデルはアーリーバード価格でだいたい45,000円ぐらい。一番上のモデルですね、8GB のメモリの 256GB のストレージ、こちらは49,000円弱という感じになります。ということで最近の円安の影響をもろに受けてますね。ちょっと前まではね115円とかの形で計算をさせていただいたんですが、そちらよりは相当上がってしまったなという感じです。やっぱ4万円オーバーってなると結構躊躇するなという感じがします。ミドルレンジのモデルとしてはやっぱり3万円台であってほしかったなという感じになりますね。はい、というわけで今回 Redmi Note 11 Pro Plus 5G をご紹介しました。こちらグローバルモデルになっているんですが、おそらくこのスペックで今後ですね、日本にも展開してくるんじゃないかなというふうに予想されます。まず一つはですね、楽天モバイルがこの発表会の一番最後にね、サポートされるネットワークプロバイダーの中に一つ入っていたんですね。ですので近々この日本で展開される時に楽天からもアナウンスされるんじゃないかなというふうに予想されます。そしてできればですね、 SIM フリーで公式に発表されるっていうのがちょっと望むところですね。やっぱりこれ SIM フリーでいろいろ購入できると何かと便利になりますし、Xiaomi ブランドを広げていくにはこのモデルっていうのは大きな一石を投じるモデルになるんじゃないかなというふうにも期待します。というわけで今後このモデルを購入される方の参考情報になれば幸いです。この動画が良かったよという方は高評価、そしてぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。